YouTube チャンネルをご覧になっていただきありがとうございます。はじめまして、私は青木翔と申します。年齢は34歳、難病 ALS 患者です。私が ALS になった時、発症した時は2020、感じ始めたのが2021年の、10月頃、約33歳の時ですね。に、足の違和感を感じまして、そこが始まりだったと思います。詳しく言いますと、歩く時の違和感と、あとは走れない、ダッシュできない、階段の上り下りがきついなど、ちょっと運動不足なんじゃないかなって思うぐらいの感覚でした。2022年の1月ぐらいにやっぱりちょっとおかしいっていうか思いまして、父が ALS で亡くなっていたので、かなり、動揺したのは覚えています。で、そこからまず整形外科に行ってみて、異常がなかったんですけど、異常がなくて病状があるっていうのはおかしいんで、そこで、父のこともあったんですぐ脳神経内科に紹介していただき、そこの紹介で、東京医科歯科大に紹介していただいたのが大体2022年の、2月とか3月らへん、3月入んないぐらいかなだったと思います。でそこから精密検査を受けて、で、5月の終わりぐらいに、検査入院っていう形を経て、ALS っていうのは確定診断が出ました。その間にもやっぱり症状は進行していて、主に足ですね。でやっぱり手とかもちょっと感じるようには少しなってきた部分もありました。そこら辺までは、私ちょっと飲食業で働いてたんですけど、仕事併用しながら病院に通ってやってはいたんですけど、ちょっとかなりきつかったのは覚えています。で、そこで ALS の確定診断が出て、その後遺伝子検査をやって SOD1 型という、遺伝性の ALS が確定しました。その SOD1 の中でもいろいろ種類があって、長い人では30年ぐらいゆっくり進行する人もいれば、かなり早い方の人もいて、僕の方は、かなり早いジャンルの方には入る進行が、そういう方ですね。で今の現状の2023年の6月ですけど、現状としてはもう足がかなり厳しい状況。今両手杖をつきながらゆっくり歩けるぐらいです。手もちょっと、手とあとは言葉もうやっぱり長く喋ってると鼻から空気が抜けるような感じになっちゃうんですけど、一番は足。もう本当に歩くのが辛くて、去年の12月ぐらいまでは何とかあんまり進行しないぐらいで保ってたんですけど、やっぱり今年に入って一気にちょっと進んでるなって思いました。でその中でもいろんな民間治療とかやってきてて、民間治療の内容とかはまた違う動画とかで、もしも要望があったらこれはこういう効果ありましたとか、要望があったらちょっと言いたいと思うんですけど、あと食事療法とか、グルテンフリーだったりとかいろいろ試していろんなものをやってきたんですけど、やっぱり進行は未だに止められてない状況が続いています。
で、まこの動画を出すきっかけにもなったんですけど、アメリカで4月に、トフェルセンという SOD1 の、治療薬が、承認されました。ALS で一応治療薬というのが今回が初めてのことです。全部遅延薬、症状を遅らせる薬は出てるんですけど、今回の薬は、治療薬ということで、症状を抑えることができる、もしくは改善できる可能性がある、そういう薬だと私は理解しております。で、実際この薬は病気って言われた時からずっと知ってて、もう実際もうすぐ打ちたいとは思っていたんですけど、なかなか承認まで時間がかかって、それは治験とかあったんでしょうがないんですけど、ようやくアメリカで承認されて、今現在なんですけど、普通に行けば日本で承認されるまでかなりの時間が、アメリカとのドラッグラグの時間っていうのは、いろんなその違う病気の薬を参考にしてでも結構な時間がかかるっていうのを知ってて、1年2年は当たり前っていうのをよく聞くんですね。で、実際のところ私たちの病気 ALS は1年2年待つ時間はなくて、正直1月2月でも結構どうなるんだろうっていう、自分は一体このまま進行してどうなってるんだろうっていう恐怖感は毎日あります。正直1日1日だと分かんないんですけど、1ヶ月2ヶ月とかだと症状がやっぱり進行してるっていう実感はすごいあるんで、本当にもう待てないっていう、正直本当に待てないっていう今の気持ちです。これからこの YouTube で発信したいこととしては、そのトフェルセンっていう薬を、個人で、個人輸入っていう形で打ちたいと。結構ニュースにも出てるんですけど、東京医科歯科大のがかなり協力していただいて、すぐに薬を使える準備ができている状況まで来ました。それは先生方にすごい感謝してます。迅速にやっていただいたことに関しては本当に教授を含め、心から感謝したいと思います。ただその薬というのが年間個人で輸入すると3000万かかる膨大な金額、庶民では払えないような金額なので、これからはそれに関しては募金とか皆様の力をお借りしたいという気持ちでいます。実際個人の力ではちょっとどうにもできなくて、こういった発信で、いろいろと情報を、出していけたらいいなと思っています。で、僕が情報を出すことによって、同じ病気の人とか、あと薬はどういう症状があるのかとか、症状というか副作用もありますし、打ってみての感想とか、まだ打ててないんですけど、打てるまでのプロセス、打ってからの感想、あとは拡大治験など含めていろいろ発信すれば多くの人が打ってもらえるようになるんじゃないかって気持ちでもあるので、本当 ALS の人に新薬
で今回は SOD1 っていう限られた一部の人間なんですけど、皆さんに薬が行き渡るように、僕なりの努力をしていきたいと思いますので、これからもぜひよろしくお願いします。でよろしければ、こちらのチャンネル登録をしていただいて、情報を提供していきたいと思いますので、どうかよろしくお願いします。